前回の四天王は2024年1月31日時点のもので、今回は5月13日付での四天王になります。バージョンで言うと 13.3 です。前回いなかったかぐや姫第4形態ルリーの超本能が今回は含まれています。前回の四天王では視聴者さん側の4体、私の4体を各属性で選んだわけですが、今回は双方で話し合い、さらに実践、検証し、最強の4体編成を選びました。前回説明した内容と重複するのですが、改めてこの四天王についてお話ししておきます。まず敵は1属性しか出ないものとする。敵の方やギミック要素は除外する。このギミック要素を含んでしまうと攻撃無効持ちが最強理論になってしまい、4体編成するまでもなく1体で完結してしまいます。なんなら全属性でマンボウ一強とかになってしまい、コンテンツとして全く面白みがなくなるので、ギミックは条件として除外しています。伝説白黒限定キャラはなしとする。砲は使わないものとする。最後に一番大事な部分、これは4体編成でチームです。最強キャラトップ4ではありません。例を出すと真田とかはタイクロでトップクラスで強いですが、それはあくまで単キャラの話です。スポーツでいうところの個人技がうまいみたいな感じですね。今回は個人技ではなくチーム力なので、真田がチームとして機能していれば入りますし、他に適したキャラがいれば真田ですら外れます。4体としてのチーム力、相乗効果、そこにしっかり重点を置いて見てもらえると、この動画は楽しめるかと思います。前置きが大変長くなりました。では早速見ていきましょう。まずは以前決めた視聴者さん側と私の編成を見てみましょう。この2つの編成、実践して気づいたことが、視聴者さん側は火力に重きを置いているため、崩れると一気に敗北へ向かうこと。そして私の方はというと、猫縛りの向こうが安定せず、最終的には極上とポジションが被っていること。この2点が特に弱みとして目立ちました。猫縛りを単体で見れば強いですが、チームとして考えた時にあまり機能しないと分かり、残念ながら新四天王には入れませんでした。いろいろな赤い敵がいる中で最後難敵と想定したのはレッドエナジーとテオニールの2体でした。これは実践しましたが、レッドエナジーに対して2号機はじりじりと押し負け、最終的にやられました。パイパイはどんどん後ろに下がる始末、最終的には倒せましたが、明らかに厳しい戦いでした。レッドエナジー数体相手でギリギリの戦い、残念ながら2号機パイパイ、タイヤカ最強格の2体はここで脱落です。そうなると、まずレッドエナジーテオニールの難敵2体を解決できる超本能ライデンはやはり入ってきます。ライデンは赤属性のほとんどを1体で完結できるほどの力がありますが、吹っ飛ばし持ちです。そのため他のアタッカーとの共存を考えるより、ライデンを主軸で考える方がチーム力が高いと判断しました。そして編成の2体目は極上です。正直このキャラでほとんどの赤い敵を抑えることができます。これは外せません。そして3体目はアイスですが、425の射程から確定で停止でき、攻撃無効があり、再生産も早い、しかもちゃんと火力もある。ライデンに劣らず、こちらもある意味1体で完結できる力があります。ライデンをサポートするには十分すぎる性能です。そして最後、猫マシン。テオニールやバトルコアラッキョなどの波動を止める役割があります。マシン以外の3体は波動に対し耐性も無効もないため、この波動ストッパーの価値は非常に高いと言えます。ちなみに他の赤候補として飛脚やマキシマムが上がりましたが、役割が中途半端になるということで除外になりました。この2体は単キャラとしての強さは申し分ないですが、4体という少ない編成の中では少し立ち位置が微妙でしたね。今回の編成は主軸ライデンの1に対し3体がサポートするようなイメージです。壁、妨害、アタッカーとそれぞれバランスが取れていて強いなと改めて思いますね。ではこれにて赤属性は終わります。次の属性に行きましょう。前回選んだ4体は視聴者さん側と私が全く一緒になりました。ただ同じだからといってそれが本当に最強かどうかはまた別な話です。雪で強い敵の代表格はサイクロン、ソラクティス、そしてタッキー。この辺りを仮想の敵として勝てるか否かを視聴者さんと検討しました。まずサイクロンに関してはカメラと胞子でどうにでもなります。これはにゃんこ島42階では有名な2体ですね。続いてソラクティスですが、
これはタコ壺一体で完封できます。最後にタッキーですが厄介な毒撃を持っており、しかも遠方で420まで攻撃が伸びます。ただウィンディなら射程が510で勝っているため倒せます。と、ここまでが前回の4体の説明でしたが、新しい四天王はではどうなのかというと変わらずという結果になりました。やはりこの4体は相当バランスいいですね。スケール隙がないというレベルで完成している感じがあります。一応他キャラの候補としてはカイ、レイなどが出ました。タコ壺のポジションにカイだったのですが、カイは1対1なら負けない耐久力がありますが、何度も出せるタコ壺の方が安定感があると判断しました。あと、カイほどの耐久力はさほどこの編成には必要ではありません。それはカメラと胞子がいるからです。この2体がいればわざわざ受け絶えなくても敵の前進は止めれます。それはニャンコ島42回のサイクロンで証明できています。次にレイですが、レイはアタッカーの部類になるので、レイとウィンディのどっちが火力取れるかという比較になります。レイも強いですが、さすがに相手が厳しいですね。これはウィンディに軍配が上がります。と、こんな感じで浮四天王の説明は終わりになります。やはりこの4体が強かったですね。では次の属性紹介に行きましょう。まずは前回選んだ編成を見ていきます。視聴者さん側の編成は非常にバランスが取れています。私の方は少し尖った感じがありますね。黒のステージといえば彫刻ゲリラですが、このステージを勝てないと話になりません。実際挑んだわけですが、どちらの編成も勝てました。しかし私側の重機、火力不足が露呈したため、これは違うなとなりました。それとデリバリー、真田、若干場における影響力が少ない感じが漂っていました。彫刻ゲリラ実践後、改めて黒い敵にどんなやつがいるのか確認したところ、ほとんどの敵は大丈夫なのですが、1体引っかかりました。はい、巨聖ヌです。この波動キャラを対処できんことには黒最強は語れません。で、検証したステージが低星 A じゃないかのエナジー奴隷王冠さん。はっきり言って相当火力やばいステージです。一応白い敵も出てくるのですが、一つの検証として実際に挑んでみました。ちなみにこの時点で確定していたキャラは3体。チビガウ、ボンバー、前田でした。チビガウの量産型耐久力、ボンバーの停止。この2体だけで大半の黒は抑えることができます。次に前田ですが、体力、攻撃力、再生産の速さ、そして波動無効。今回の四天王における主軸です。さて、話は一旦戻りますが、実際に挑んだステージ、エナジー奴隷についてです。残り1枠を模索したわけですが、まず最強格真田を見てみましょう。はい、秒で消えます。仮に巨聖ヌを倒せても、次に出てくる巨聖ヌにまた苦しめられます。次に超本能空を見てみましょう。相手が強すぎてあの空ですら秒で消えます。で、最後ガメレオンですが耐えます。そしてまさかのクリアできました。最後の1億はガメレオンで決定です。それとこの前に彫刻ゲリラをやっているのですが、いろいろと分かったことがあります。まず3体のバランスの良さ、この組み合わせである程度編成として完成されています。攻撃、防御、妨害、この時点で揃っているわけですが、さらにボンバーと前田で止めるショーのコンボが発動します。これもかなり強力です。そして残り1枠に関してですが、前田を軸に考えた時にそのキャラが何をもたらしてくれるのかが大事になります。まず真田、イノワールや手前にいる敵を確かに倒すことができます。しかしだからといって戦況に大きな変化は別に生まれませんでした。それは相手を倒すことができても真田自体もすぐ倒れてしまうからです。戦況が変わらないのなら別に入れる必要がありません。実はエナジー奴隷をやる前の段階ですでに候補からは外れそうでした。次に空やカンナですが、高火力というだけで前田を助けるにはつながりませんでした。前田をサポートするには倒しきる必要があります。それが高火力キャラの役目です。しかし空は攻撃を外したり
カンナはタッちゃんの餌食になったりと、4体編成としては何とも微妙な結果しか出ませんでした。それとデリバリーは超激レアに比べ再生産が早い上に、しっかりと攻撃力、体力もあるのですが、前田との共存に相乗効果はあまり見られませんでした。単体で見たら強いキャラですが、編成に入ったからといって特別何か変わったかと言われるとわからないレベルでした。足が遅いので勾配率の巨生ヌの波動とかの前ではまるで空気でしたし、キャラがたまらないので空やカンナ同様、敵を倒しきるほどの継続的な火力もないので微妙でした。では最後選ばれたガメレオンはというと、ガメレオンの攻撃はまあまあ火力があるので敵はノックバックしやすく、そのまま遅くするが乗っかるケースも多々ありました。ノックバック後に遅くなっているので前田に敵の攻撃が届かず、結果前田を手助けしている形になりました。ちなみにこの部分はデリバリーでも同じことが起きるのですが、この後が大きく違います。一番大事な部分ですが、ガメレオンは前田の再生産までのつなぎとして最高の耐久力を持ち合わせています。この四天王は前田が軸です。前田を何度も再生産させることがそのまま勝ちに直結します。前田がやられてもガメレオンがその場にいる。耐えている間に前田は2体目がもう出せる。この一連の流れは彫刻ゲリラでも確認しましたし、後のエナジードレイでもこれで勝つことができました。だいぶ説明が長くなりましたが、チビガウで敵の前進を抑えてボンバーで止める。前田が攻守を担う。その前田を超強力サポートするガメレオンがいる。この4体の編成は絶対に負けない編成、ゆえに最強。そんなコンセプトで仕上げました。これにて黒属性の説明は終わりになります。次の属性に行きましょう。まずは前回選んだ編成を見てみます。3体は一緒でポセイドンとパラディンが違うだけです。検証として Z パンデミックのハイテク昆布漁王冠さんで双方挑みましたが、どちらも問題なくクリアしました。この4体に差があるとすればもはや好みという結論になりました。ただこのままだと1つの編成に絞ることができないため、前回なかったかぐや姫を含んで考えることにしました。妨害プラスメタルキラー持ち、やはりかぐや姫が使えるならこれはさすがに入るということで、まず1体目はかぐや姫で決定です。このキャラが強すぎるため、これをサポートするキャラで固めれば最強の四天王が出来上がると考えました。メタルの敵は基本的に強いやつが多いのですが、中でも注目したのがメタルのカオルくんとメタルコアラッキョの波動組。これらが一番の難敵と判断し、攻略できるキャラを模索しました。前回双方で選ばれた未来猫はこの波動組に対しタイミングよく出しての足止めが精一杯です。しかしこのキャラなら波動無効もあり、あわよくばクリティカルで1体完結なんてことも可能です。はい、ちび猫モヒカンです。ここで実際に動画を見てみましょう。ガンガン歩いて1体で終わらせております。この性能なら波動組も怖くありません。残り2枠ですが、まずは猫アイスを選定しました。かぐや姫という最強のキャラがいる以上、これのサポートで十分。確定で停止はやはり超強力です。この枠はポセイドンでもいいのですが、アイスの方は攻撃頻度が1秒も速いだけでなく、停止時間は約1秒長かったり、再生産も30秒近く早いなど、いろいろと優秀な部分が多くアイスを採用しました。最後のキャラはジュラです。クリティカルの主軸というよりは、クリティカルを出せる量産壁的な立ち位置での採用になりました。かぐや姫がいる以上、そこまでクリティカルを重視しなくてもメタルに勝てるわけですが、量産プラス壁プラスクリティカルを考えれば、やはりジュラが残り1枠に適しています。しかもちびもひとジュラが組めば研究力小のコンボが発動するのもいいところです。とはいえ、あのメタル界最強格のジュラが最後の最後に選ばれるとは。かぐや姫ほんとぶっ壊れてるなと4体選び終わってから改めて気づかされましたね。まとめると、ちびもひとジュラが壁兼クリティカル、アイスで停止している間にかぐや姫で敵の体力をガツガツ削る、クリティカルでなくてもいずれ倒せるメタル編成、はっきり言って強すぎますね。特にかぐや姫。はい、ではこれにてメタルは終わりです。次の属性いきましょう。まずは前回選んだ編成を見ていきます。視聴者さん側はバランスが非常に取れていると思います。私の方はというと、漂流機ギガボルトの停止2枚が少し特徴的な感じがします。この2編成で実際にいろいろなステージをやってみましたが、視聴者さん側のブランカが少し微妙な感じでした。簡単に言うと、黒の時の真田同様、
敵を倒せるが自分もすぐ倒れるといった感じで、あまり戦況に大きな爪痕は残せませんでした。メラバーニングで火力が十分なので、わざわざブランカを使わなくてもって感じになりました。次に私のですが、漂流機&ギガボルトはそんなに悪くなかったのですが、クレイジーがダメでした。手前の1体しか攻撃しなかったり、ノックバックが2ゆえにやられる時は一瞬だったり、10体編成に比べやはり4体では少し勝手が違ったようです。こんな感じで双方の編成を確認していました。その後、難易度高い2つのステージに挑むことで新四天王を模索することになりました。帝政 A じゃないかの民の手の松明とハッピーラッキー寺院の転送型チャペル、どちらも王冠さんでかなりの高難易度ステージとなっております。いくらエイリアン特性を積んだ4体でも相当厳しい戦いとなりました。で、ここを挑むにあたり主軸はメラバーニングを採用。視聴者さん側の編成で検証してた際、やはり強さが際立っていました。クレイジーと比較するとクレイジー同様攻撃を外すことももちろんあるのですが、やはり一発一発の火力が段違い、あとは再生産が倍近く速い、さらに場持ちの良さなどクレイジーに比べ強い部分が多くあります。次にサテライトとネコウォッシュの2体を採用。ウォッシュはワープこそしてしまいますが、攻撃力低下プラス抗体力がかなり強く、またサテライトとの相性も申し分ありません。ここまで3体は確定したわけですが、残り1体をどうするかが少し時間がかかりました。メガラのような後ろからの火力、漂流機のような量産サポートタイプ、なんだったらクレイジーを入れて火力の2枚看板などいろいろ検討しましたが、最終的にはギガボルトで着地しました。ギガボルト採用の理由は大きく3つあります。1つはメラバーニングの邪魔をしなかったこと。若干火力があるのでギガボルトの攻撃、敵がノックバック、メラバーニングが外す。それが1つ懸念点としてありましたが、意外とその場面が少なかったので問題なし。2つ目はギガボルト停止、メラバーニングの最強コンボが超強力な点。なんといってもこれです。型にはまれば敵なしです。3つ目はメラバーニングがやられてもギガボルトがいるという圧倒的安心感です。実際場にギガボルト、メラバーニングが揃えばほぼ負けない状況で、さらに時間が経過すればすぐに2体目の再生産とかなり強力な2枚看板の出来上がりです。ギガボルト、メラバーニングの2枚看板、これをサポートする量産型のサテライトとネコウォッシュ、この4体が新四天王です。はっきり言って相当強い組み合わせです。以上でエイリアン四天王は終了となります。次の属性に行きましょう。まず前回の編成を見てみましょう。視聴者さん側は近接、遠方、妨害、バランスの取れた編成でした。私の方はカリファー以外が守りという守備重視の編成でした。この天使属性に関しては他の属性とは異なり、ラーメン道、ユーベンス2体でほぼ天使を完結できてしまいます。そのため残り2枠は好みでいいのではという雰囲気が検討段階でありました。とはいえ最強の四天王を決める企画なので、ちゃんとした理由、コンセプトになるようたくさん話し合いました。まずマミさんですが、マミさん自体は天使相手に貴重な遠距離アタッカーですが、天使相手にそもそもここまでの射程がいるのかとなりました。そしてガメレオン、ラーメン道ユーベンスがいるのにガメレオンほどの耐久力キャラがまだいるのか、ラーメン道ユーベンスがやられるほどの敵キャラならガメレオンも結局きつくなるのではということで、ここも少し疑問が出ました。ラーメン道ユーベンスが苦戦する敵キャラはどんなのがいるのか確認したところ、天使ドーベール、スレイプニール、オウムくん、この3体がきついという話になりました。いくつかのステージを検証し、ドーベール、スレイプニールはなんだかんだ大丈夫だなとなったのですが、オウムくんだけがかなり厄介ということが分かりました。高倍率のオウムくんの波動は強力ですが、それ以上にバリアの存在です。この視点の企画は法なしという条件なので、このバリアを割れないことには倒すことができません。バリアブレーカーのキャラを入れるべきか、波動ストッパーを入れるべきか、このオウムくんと向き合い始めてから話し合いは一気に難しいものとなりました。検証したステージは DNA 果樹園のゲノムバナナ狩り王冠さんです。まず編成はラーメン道ユーベンスは確定。次にカリファーが選ばれました。天使に超ダメが強いのはもちろんですが、レベル50ならオウムくんのバリアを割ることができます。これでバリアブレーカー問題は解決しました。しかしゲノムバナナ狩りのような複数体オウムくんがいる場合、波動を打たれてしまいます。弱い倍率ならいいですが、王冠さんのような強さだと対策なしでは敗北必至です。波動ストッパーか妨害か、
どちらか悩みましたが、最終的にはピーチで着地しました。波動ストッパーでは0号機が候補として出ましたが、耐久力がガメレオンより低いこと、そして何よりオウムくんのみにスポットを当てすぎているということで外れました。私はピーチをレベル60にしていないので検証できませんでしたが、視聴者さん側で検証してくれました。見事このステージをクリアできたそうです。小波動プラス停止で場が安定するとのことでした。これで新四天王が全員揃いました。ラーメン道ユーベンスで敵の前進を止め、そこにピーチが停止妨害を与えていく。止まったところにカリファーの超火力。こんな感じでバランスがうまく取れました。結果としては視聴者さん側と私の編成の融合という形で終わりましたね。では天使はこれにて終わります。次の属性に行きましょう。まずは前回の編成を見ていきます。マスターとグランドンがお互いいますが、残り2体は大きく違います。視聴者さん側は超激レアを入れない量産系で固めたのに対し、私はアマテラスを採用しました。マスターが刺さる敵はクマがいなくてもという感じがあり、マスターが逆にやられるような敵キャラはそのままクマも厳しかったりします。そのためネコックマン剣は正直微妙でした。奥様も強いですが、あくまでそれはたまったらという話で、4枠における奥様は少し物足りない感じでした。アマテラスに関しては後々説明しますが、再生産が厳しく無理となりました。今回検証したステージはニャンコベットのゾンビ10回。ここはヤバいゾンビがほぼ揃っています。強敵であるラクダや花子がいませんが、全体的に敵が強いので検証としては申し分ありません。ではまず1体目のご紹介、ネコマスターです。対ゾンビにおいてこのキャラは外せません。次にグランドン。火力、妨害ともに優秀で、この編成における主軸です。3体目はギガパルド。後ろからたくさんの敵に攻撃できること。攻撃力低下が前線を助けること。火力面、サポート面ともに優秀で採用です。この3体までは割とすぐに決まりましたが、この後のラスト1体、決まるまで本当に長かった。ゾンビだけで話し合いは2時間もかかり、全属性で一番時間を要しました。ちなみに最後の1枠は洗脳の島になりました。ではなぜ最後の1枠がそんなに難しかったのか。ポイントが2つあります。1つ目はこの四天王企画はキャラだけにスポットを当てているのでエンジェル砲が使えないこと。2つ目は最後のキャラを入れた時に4枠編成チームとしてのコンセプトがそこにちゃんとあるのか。この2点を気にしなければなりませんでした。1つ目のエンジェル砲が使えないということは、潜られたゾンビを処理できないと敗北必至ということです。最初の方でアマテラスが外れたのはここの理由なんですが、大型キャラは再生産が遅いため、後ろにゾンビ回られたらそこでおしまいです。そういった理由からほとんどの超激レアは候補から外れることになります。2つ目のチームとしてのコンセプトですが、まずネコマスター、グランドン、ギガパルド。この3体で対ゾンビはほぼ完結しています。そうなると残り1枠はどうこの3体にいい影響を与えるかが大事になります。悩んだのはアトランチスと洗脳の島の2体。アトランチスは再生産も早いため、潜られて後ろに行かれても再度早めに出すことが可能で、また敵と向き合います。しかしアトランチスの火力があっても敵にやられそうになる場面を何度も見ました。潜ってきた相手に対し倒しきるか、もしくはやられるか。アトランチスを試した時に感じた感想です。倒すかやられるか。この0か100かのアトランチスは主軸のグランドンに対しサポートするタイプではなく、1体でどれだけ多くの敵を倒せるかというタイプです。このキャラを入れても3プラス1のような編成になり、4体チームとしてのコンセプトは生まれないなと思いました。では島はというと、アトランチスと正直性能の優劣はありません。どっちが強いかは好みレベルで、差はそこまでないと思っています。しかし今回はあくまで4枠編成、しかも残り1枠という観点からいくと差があると思っています。潜ってきた相手に対し島はアトランチスほど勝てないかもしれないけど、量産できる分押されて負けることはないなというのが試して思ったことです。倒しきれないかもしれないけど時間をかけることはできる。時間がかかるということはグランドンの再生差まで粘れる。主軸の再生差まで粘れる力。これって残り1枠の仕事としては大事なことだな。なんかチームとしてまとまった感じがするな。これに気づき、ようやく4体編成として全部が着地しました。島とアトランティスは性能もそうですけど、そもそも比較できるキャラではなく、単体で見た場合同じ価値でした。
しかしチームとして考えた場合、島の方がいい仕事をするなと思いましたね。それと島だとゾンビツバメが来ても毒撃無効で処理できるのも強いです。長々と喋りましたが最後をまとめます。エンジェル砲は使えないという前提で挑むゾンビステージです。攻守にわたる量産キャラ、猫マスターと洗脳の島。この2体で潜った相手も対応する。攻撃力低下プラス効果力、抗体力のギガパルト。そして主軸グランドンが次々と破壊していく。この4体が新四天王です。ではこれにてゾンビは終了です。次の属性に行きましょう。まず前回の編成です。3体が被っており、エキゾチックとアキラが違うだけです。視聴者さん側は壁2枚ですが、私はニャンコーン1枚です。悪魔は基本的にはニャンコーンでどうにかなると思ったので壁1枚。その代わりアキラを入れて火力を上げました。早めに殲滅することを心がけた編成です。悪魔のニャンコ別当が検証するに適しており、実際に9回と10回で挑みましたが、どちらの編成も両回クリアできないという結果になりました。特に9回のデスコアラッキョの波動が厳しく、こちらのキャラはみるみるやられていきました。ウリルの烈波プラス遅くするは強力ですが、それはシールドが割れた相手に有効であって、4体ではなかなか力が発揮できないことが分かりました。サトルの遅くする 50% シールドブレイク。このキャラはさすがに悪魔最強格なので活躍するだろうと思いましたが、実際には波動の餌食になり、こちらもウリル同様厳しい評価になりました。実践して色々見えてきましたが、この2フロアを見事勝てた編成があります。それがそのまま新四天王となりました。まず最初の1体目はニャンコーン。対悪魔の壁としての安定感、ここは外せません。次にエキゾチック。王道といえばそうなのですが、やはり実践してみてこの量産壁2体は分厚い壁だなと感じました。で、問題なのが残り2枠。ウリル、サトル、ヘビージャーク、前田のサンタ、闇のワールド、天草など本当に色々試しましたが、いずれも9回10回を連続クリアすることはできませんでした。で、最後絶対噛み合わないだろうけどと思いながらも強い2体を組ませてみました。そしたらまさかの勝てました。実戦中も噛み合っているように見えないのになぜか勝ててしまった2体。はい、それがアキラとアヌビスです。片方が攻撃すると片方が攻撃を外すというシーンを何度も見ましたが、常にどちらかが攻撃している状態で気づけば火力で圧倒していました。どちらも波動無効がついており、いろいろなキャラが大苦戦したデスコアラキは全く問題ありませんでした。それとアキラは烈波無効を持っていませんが、抗体力ゆえ場持ちは別に悪くないと軽く補足しておきます。その後試しにその時開催中のオーメンズも挑ませてみましたが、レベル13をこの四天王でクリアしました。ちゃんと強い編成でしたね。魔界でも遊ばせてみましたが、こちらは別途より全然簡単でした。ニャンコーン、エキゾチックが壁となり、後ろからひたすらアキラとアヌビスの効果力を浴びせまくる。アキラの停止もあるし、アヌビスのシールドブレイクもある。なんだかんだこれが一番強くバランスの取れた編成でした。ではこれにて悪魔は終わりますので、次の属性に行きましょう。まずは前回の編成を見てみます。ニャンデアネン、ギガパルトの2体が同じです。視聴者さん側はバランス取れています。私の方は量産壁がいないのが特徴です。ニャンデアネンがいれば壁は別にいらないかなと思ったのと、ドグエモンはワープ無効持ちなので仮想ウララー対策で入れました。ただウララーは視聴者さん調べでニャンコーンプラスウリルで倒せるとのことなので、この時点でドグエモンは外れます。そして最初の2体は必然決まります。ニャンコーンとウリルです。ウララーが対応できること、オールドリーに対しても遅くするで有利が取れます。烈波反射のイビルージョンこそウリルはきついですが、それ以外は基本的にはいけます。よってこの2体は確定。残り2枠ですが、古代種は本能、超本能組や EX など結構充実しており、どういう組み合わせがベストなのか非常に難しかったです。残り2枠を模索するにあたり適したステージがあります。古代種の別当です。6から10回でほとんどの古代種が揃います。最終的な候補として残ったのはニャンデアネン、クー、ギガパルド、ルリーでした。ニャンデアネンはほとんどの古代種に行けますが、王冠さんのオールドリーが厳しいこと、
ゼロルーザやイビルージョなど特定の敵に関して活躍が微妙です。ほとんどの古代種に行けるウリルがいる以上、ニャンデアネンを入れたとしてもプラスアルファは望めないと判断しました。よって外れました。次にクーです。別当の10回ではあっという間にやられてしまいました。ノックバックが多いため、ある程度敵に火力があると攻撃することすら難しくなります。さらにクー自体の火力が強くても、4枠という少ない編成では魅力的な高火力も継続的に出すことは厳しかったです。それとこの後紹介する2体で十分火力が取れるので、クーで火力を取らなくてもとなりました。当初クーは入るかなと思いましたが、残念ながら外れます。そして残った2体ですが、一気に紹介するとルリーとギガパルドになりました。まずギガパルドですが、視聴者さんと私が前回選んだキャラの1体でしたが、やはり採用になりました。手前のリス処理、奥の敵まで火力が取れる。それだけでなく攻撃力低下でニャンコーン、ウリルまでサポートできるのは強力です。ウリルの遅くするとギガパルドの遠方火力は非常に相性がいいです。そしてルリーです。前回の四天王では超本能が未実装だったので加味していませんでしたが、今回は含んだ上で選ばれました。打たれ強いプラス攻撃無効プラス攻撃力低下、3連単体とはいえ高火力、怠慢ならおそらく最強と言えるのではないでしょうか。ギガパルドの遠方攻撃で取り巻きがいなくなれば、ルリーの攻撃は敵のメインどころにしっかり当たるようになるので、ウリル同様ルリーもギガパルドとの相性は非常にいいです。さらに攻撃力低下が2体揃うことで、ほぼずっと相手を低下できるのは強力も強力です。ニャンコーンで足止めし、ウリルの遅くするで距離を取り、烈波で取り巻きを処理し、ルリーで火力を取っていく。後ろからは常に火力と攻撃力低下を放つギガパルドが最後の砦として君臨する。古代種は候補が非常に多い中で、この4体がバランスよく強いと最終的にはなりました。では以上で古代種も終わります。次が最後ですね。無属性に行きましょう。まず前回の編成を見てみます。ドグエモン、クレイジーが被りました。この企画は白黒限定キャラが使えないという条件なので、大型壁に高火力、この2体はやはり選ばれました。壁に関しては埴輪と洗脳の暗黒で違いがありますが、壁候補としてはこれ以外に洗脳のゴムなどが上がりましたね。視聴者さん側、白い敵は波動を放つキャラも多いので、火力もあるヒットマンを採用しています。私は1体で完結できるキャラグラディオスを選んでいました。で、実際に検証したステージが新レジェの DNA 果樹園クローンノルフ王冠さんでした。このステージは2時間ほど検証しました。おかげで色々と分かったことがあります。結論から言うと、無属性の四天王は作れませんでした。厳密に言うと他属性に比べ圧倒的に弱く、最強四天王と呼べないから作らなかったという感じです。視聴者さん側の編成、私の編成、どちらも圧倒的に負けました。いろいろなキャラを試しましたが、そもそも確定と思われていた最強格2体ドグエモンとクレイジー自体がまず耐えられません。ほんと話にならないレベルでやられます。これはこのステージの敵が強いからではという考えも出ましたが、ここよりも難易度が高そうなステージは他属性でもありました。なのでステージが難しいというより、無属性四天王がそんなに強くないと考えた方がしっくりきます。別にクレイジーやドグエモン単体が弱いのではなく、4枠編成としてはあまりにも完成度が低いなと今回思いました。キャラを入れ替えても全くと言っていいほど勝てないので、試しに黒ガオや黒御霊、黒ダルなど限定キャラを入れてみました。それまで2時間近くやって勝てなかったのに、すぐに勝てるんですね。常設で強い対白キャラはまだまだ少ないんだなと今回の検証で思い知らされました。対白に関しては限定と常設でかなりの差があると思いますね。今回無属性は決められませんでしたが、新レジェの DNA 果樹園クローンノフ王冠さん、4枠でいけたよって人がいたらぜひコメントで教えてください。そのキャラを四天王候補として私の方で検証してみます。で、いけたら採用します。ちなみに条件は猫本のみ使用可能、砲なし、土台なし、白黒の限定キャラなし、伝説なしです。はっきり言って鬼畜レベルで難しいので、もう1体くらいクレイジー並みに強い対白が現れないと勝てないと思いますが、4枠でいけた猛者はぜひ教えてください。一応限定キャラを含んで四天王を作れないこともないのですが、ニャンマと黒炎が編成に入った日には、それ無属性の四天王じゃなくてもよくね感が強く、
企画がぐだるなと思いやめました。最後に今回視聴者さんと一緒に長い時間検証しています。いろいろなキャラも本当に試しました。その上で無属性四天王はなしと出した結論ですので、皆さんご理解いただけると幸いです。以上で視聴者さんと一緒に考えた各属性四天王は終了となります。今回は実践した上にかなり視聴者さんと議論を重ねましたので、最終的には全部の属性四天王納得して終われました。視聴者さんの中には自分だったらこういう編成にするかなって出てくると思いますが、実際私が挑んだステージが何個かありますので、そちらを挑んでみると検証できるかと思いますので、よかったらやってみてください。今回は2024年5月13日付の四天王になります。また1年後とかにやってこの編成がどう変化するか楽しんでもいいかなと思いましたね。では長々となりましたが、これにて動画は終わります。いろいろな企画をまだまだこれからもやっていきますので、よかったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。